皆さんこんにちは。ザ京都のゆうごです。今日は7月の24日祇園祭山鉾巡行です。まずい、完全に遅刻しました。本当僕の作戦では11時20分ぐらいに、四条烏丸に先頭のね山鉾が来るから、それにめがけてね、そこから逆走していこうっていう作戦やったんですけど、いやもうなんとそこからもうすでに40分経ってしまいまして、いやこれ終わってる？もしかして一番最後ぐらい見つかりそう。でもまだ交通規制してるってことはいそう。まだ来るんちゃう？あ、よかった。まだいはる。よかったよかった。いやー、でしかもなんか遅刻、まあ寝坊は寝坊なんですけど、遅刻の原因はね、その後に車で行ったんですけど、駐車場探しで手こずっちゃって、でその駐車場がしかも近づこうと思ったら、この会場にね近づこうと思ったらなんかもっと近づけるって、あとなんかアプリ見たら駐車場空いてると思って、ここ止めようって思ったところがまさかの車両通行止めやから空車やったんですよ、駐車場が。いやだからね、罠やと思って、でしかもその罠に引き寄せられてたくさん人が集まってくるわけですよ。人っていうか車が。それじゃもうギチギチの一方通行の一車線やから、もうそこで足止め食らっちゃって、本当はね30分前ぐらいに着いてたんですよ。でもちょっとその30分無駄にしてしまった。そこで駐車場探しで。まあでも、結果オーライ。全部は見れへんかもしれへんけど間に合いそう。1個どころか 4,5 個ぐらい見れそう。辻回しとかもね見たかったんですけどね、辻回し気になる方は2年前ぐらいに撮った定点で撮ったちゃんとした動画がねあるんで、それ見てもらったらいいんちゃうかなと思います。うわ、近づいてきたよ。いいじゃんいいじゃん。後ろの山鉾に関しては、気になるところなんですけど、ほっといたらね向こうから歩いてくるんで、一旦先頭を追いかけます。さあ音が、コンチキチンの音がでかくなってまいりました。本日はですね熱暴走をするので、いつもとね画質を落として撮影しています。それでも熱さましいと張ってる。いつも 4K60 フレームで撮るんですけど、今日はちょっとフル HD の30フレームで撮ってます。皆さんもう申し訳ない、本当に。いいよ、近づいてきた。この臨場感よ。前に2つ見えます。とりあえず山と鉾、いや後祭りやしほとんど山かな。これなんか
どうにかスタートが遅れたとかなんかあって、これが先頭やったらせえへんかな。おお、さあみんなやはり山鉾を追いかけているので、止まってくれてる。サービスや。なんといってもこの四条通り沿いでこの山鉾巡行を見るメリットはですね、なんといっても日陰。この日陰が暑い。お、なんか拍手してある。もうここまで来たらね、終点なんで辻回しはないですよ多分。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いや、このクラスの大きさの乗り物人で引っ張ってるってやばないですか？普通にエンジンちゃいますって。いやー、これもこの乗ってくれてはる人も頑張ってますわ、ほんま。ちょっとここいらで一旦休憩かな。高山か、高山だ。一旦休憩。これはもう12トン級でしょうね、ほんま。この山鉾はですね、ちっちゃいのと大きいのがありまして、あれは結構大きい部類に入るやつです。でこの行列の一番前まで行ってみましょう。一番前まで行くとですね、結構みんな山鉾に目が行きがちなんですけど、一番前に行くとそれはそれでね、こうやって、まあ、昔の貴族をイメージされてるのかな。これは貴族をイメージした服を着てらっしゃる方がいたりとか、こうやってね旗を持ってらっしゃいます。高山って、こんなんもあります。お、前に2つ見える。あ、ここ信号渡れんねや。いいね、日陰。お、なんか持ってはるよ、棒。三蔵法師みたいな棒持ってはる。ちょっと前の山鉾を追いかけます。でも日陰のうちに、あ、信号待ちしてんねや。山鉾もほら車通るから信号待ちしてんだ。僕も信号待ちしてます、当然のように日陰で待ちます。暑すぎる。今日は気温は39度です。暑すぎる。もう撮影終わった瞬間、あそこのスターバックスに逃げ込みたい。しゃ、行きます。暑い、暑いわ。
警察の人も大変です今日は。さあさあ、そんな話をしていれば、さっき後ろに大船鉾がね見えたんで、今日大船鉾で何番目なんだろう、高山と。ちょっと調べてみよう。今日っていうか今年。大船来ましたよ。これはさ、なんなんでしょうか。うわ、めっちゃお供え物とかいっぱい引いてはる。これ何なんだろう。多分旗持ってる人が前にいるはず。あ、大船鉾一番最後やって。あっぶねー、あっぶねー。今日の動画撮影僕の遅刻によって終わるところやった。あっぶねー。とりあえずこれはということは黒主山だ、これは。ちゃうわ、南観音山って書いてある。あれ、南観音山、ちょっと見えへんな、旗がね。旗が見えへん。みんなわかるかな。南って書いてあるの。南って南観音山って書いてあるけど、南観音山はですね6番目。あ、これ山鉾、僕山鉾巡行が終わった山鉾がどうなるんかを僕知らないんですけど、これなんかここにみんな待機するの、これこの四条通りに。すごいいいアングル。南観音山、あっちにもう一個ある。あ、そっか、こう今渡っていいんか。祇園祭山鉾連合会、すごいかっこいい旗。こっちにも山鉾があります。順番通りに行くと、これは常明山のはず。山鉾巡行終わった後どうなんねやろ、この山鉾。僕よう考えたらそれ知らないや。解体されるのかな、どっかで。これはなんだ。もう祭りを運び終えた方々がもうお疲れ様です、皆さん本当に。あ、北観音山だって。北観音山の服着てはる。すごいよ、すごいよ。ほら、この車輪でかっ。かっこええ。北観音山。さあ、こっちはもう何もなさそう。これどうなんねんろ。これってもうここで終わりなんですか。いや、まだ待機中で、そこで右に行って、はい。であ、じゃあそこまで運んで解体されるんですか。そうですね。あ、ありがとうございます。ガラス張りの建物があると思うんですけど、あそこを右折したところにこの北観音山のしまう場所があるんで、そこの前で解体されるみたいです。ちなみにここは月鉾は前祭りの鉾なんでね。後祭りでは前祭り、そうだ、僕毎年間違えるんですけど、先祭り、そうだから今はなんか多分しまう順番があるんでしょうね。その通りに入る順番みたいなのが。
から多分北観音山と南観音山はちょっと今休憩です。休憩。あ、動いてますよ高山が。高山動いてます。動いてます。動いてます。あんな12トンの建物がこんなとこ動いてるんですよ。人が引っ張って。すごないですか。なんかもっと見やすいアングルあらず、ここだ。すげえよ、動いてる。タイヤがねちゃんとまっすぐ走ってない時にずれないようにやっぱまっすぐ引っ張ってるとねどんどん右とか左にずれてくるんですよ。でそのずれへんようにするために木のヘラを持った方がいるんですけど、あの方たちがタイヤの向きを調整してくれはります。すごい。屋根の上乗ってますよ人が。落ちたらどうすんやろこれ。というところで、高山でした。続きまして、9時取らずの大船鉾。大船鉾は9時取らずみたいですね。順番が最後、一番最後フィナーレをもう確約されてる山鉾のことです。結構大船鉾はあれですからね、派手ですからフィナーレにふさわしい。これが南観音山。よいしょ。でもこんな感じで僕のチャンネルではねゆるーく京都を徘徊してます。こういうイベントごとの時にね100% のイベントを楽しみたい人は向いてないチャンネルかもしれないです。情報が欲しいとかね。だからなんかこういうね遅刻するとかもリアルだと思って見てもらえたら幸いです。大船鉾。一番かっこいいやつ。動く瞬間撮りたいな。さあ大船鉾です。船というくらいなんで船の形をしてます。お、始まりますよ。動きますよ。
よーいよーいやらや船ここすごいな、ほんま。ほんまに船みたい。これで一番最後かな。最後なので警察の車両が後ろをつけてます。ちょっと移動していきましょう。山鉾巡行をゼロから全部いい画角で見たい場合は確か2年前に撮った山鉾巡行の動画が定点でずっと撮影してた動画なんですよ。なんで2年前の動画見ていただいたらいいんちゃうかなと思います。で去年はこんな今みたいなスタイルで歩きながら撮ってたはず、一通り全部。で今年は、遅刻と、そして先祭りは欠席という形なんですけども、そうこれそうだ、朝10時からだ。これ大変だな、ほんま。暑いよ、もう汗だくよ、ほんまに。北観音山と南観音山が動く瞬間とかも見たいな。さあ信号渡って追いかけますよ。それでも足りないんだって。3ヶ月ぐらいあるから、お弁当をお昼の弁当、夜の飲み。どんだけお金かけてんだよってうんちゃんが言ってた。ないじゃん。これただじゃん。これまさかの信号全然青ならんパターンか、もしや。うわこれリアルやな。追いかけたいけど追いかけられない。これ先に車の方が青になるんちゃう。人が青になった。And there were probably a few in front of these guys too, no? Well, she said we drove like last Only 4 or 5? Oh, 人がすごい。もう最後の大船鉾をみんな追いかけてます。暑っ。ここで抜かすんや、大船鉾が。北観音山と南観音山を。
北観音山と南観音山が最後にしまわれるんか。こちら、南観音山です。涼しい。めっちゃ涼しい。もうエアコンの風がすごい。この四条烏丸のバス停前、ずっとここにいたい。やばい、大船をこう何本歩いても追いつけへん。これがリアル。走って追いかけられないですからね。危ないし。山鉾巡行を楽しみたい人はもうちゃんと8時半ぐらいからは場所を確保してください。自分の場所ね。一番いいのはタープの下やと思います。日陰なんで。そうこの中入れって言われるんですよね、ここで。いやー、歩道通りたいですよ、そら。曲げてる。曲げてる。あ、辻回しや。奥の高山かな、これ。高山が辻回ししてます。すごい。ここで待機したら辻回し見れるということか。辻回し待ちや、この4期は。これ辻回しって言ってね、90度、曲がるんですよ。山鉾がね。見えるかな。これが曲がります。90度。これちなみにね、この画角では皆さん来られたとしても見えないですよ。なんせ僕184センチなんで、このカメラの画角では皆さん来た時には見えないと思ってください。回らへんのかな。回るんちゃう、そろそろ。回ったよ。すごい。回ってる。回ってます。開けてください。見られる方がもっと前に出て、歩行者のことを考えてください。進んでください。ごめんなさい。立ち止まると他の方止まるんで。進んでください。高山が北向きになります。
こ入ったらいいんか。うわ、濡らしてある。そうか、滑りやすくするため竹引いて、見えますかねこれ、竹引いてある。水分補給もしてあるわ。きますよこれ。おー、まだもう1回ぐらいあるんちゃう。もうサーキットのピットインみたいやな。入念な調整が行われます。5分ぐらいかけて。あ、これもう引くんか、こっから。あ、もうこのまま引くんだ。ちょっと角度的に足りひん気するけど。いやでもこのさ、細い一方通行の道にこいつ入んのかなって思うよね、本当に。これドキドキやな、これスタートするのが。あ、お、行きそう。始まりそう。来るよ。入んのこれ。うわ、すごっ。あ、この角度のまま行くんや。入るんこれ。ぶつかるんちゃうの、柱に。大丈夫？一旦バックとかせんでいいこれ。いや、これ絶対ぶつかるやん、このまま進んだら。
一旦これバックすんのかな、やっぱり。あ、バックしてます、バックしてる。バックしてるわ、バックしてるわ。バックとかあるんや。山鉾巡行で。そら無理やんな、これ一発でこの道。次こそは。始まりそう。これ来るぞ、来るぞ、次こそ頼む。足のね、足の角度調整担当の人が大変やん、ここ。うわ、これはもう一回バックなるんちゃうか。大丈夫かこれ。いや、これ入れるんはほんま大変やろ。あ、屋根の上から指示出してあるわ。あ、もうちょっと右やわって言うてはるわ。またバックやな、これは。え、このまま行くん？マジ？いける？このままぶつからへん？おおおおお、ぶつかってますがな。足で蹴ってはるよ。見えるかなみんな。これ、この上の人ってこういう担当なんや。うわー、マジでドキドキするわこれ、ほんま。山鉾が潰れるか、信号が潰れるか。お、バックまた。何回か往復しなあかんやなこれ。いやー、その四条通りと河原町通りみたいに、あとお池通りみたいな大通りじゃないから、ここはそう簡単じゃないよね。四条通りみたいに四条通りみたいにはうまくいかへんわ。でもさすがに次でいけるやろ。あ、来るよ。
来るよ。来ます。来た。これいった。これいったっしょ。いった。いった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 。行きました。感動。マジ感動。いったよこれ。入った入った。ちゃんと入りました。いやよかった。よかったよ。ちゃんと進んでいく。進んでいきます。うわでもまた電信柱。電信柱にまたぶつかりそう。ほら大丈夫かなこれ。ちょっと心配やけど、ちょっと心配やけど一旦もうちょっと動画もね42分になりまして、僕の体力も、限界を感じてきたと。あれここ渡っていいんかな。ここ渡っていいんかな。大船鉾。いやさすがにちょっと大船鉾の辻回しまで見たかったんですけど、ちょっと僕の体力も限界ということで。あ、戻ってきはった。また戻ってきはったよ。うわだからやっぱ電信柱、右の電信柱に当たりそうやったからまた調整しはるんや。これ戻して。うわこれは長丁場になりそうです。これがマジでほんまその山鉾巡行の最難関やな。まあちょっとね最後まで撮りたいところなんですけど、この先はですねおそらく京都新聞さんがねちゃんとした動画撮ってくれてますから、皆さん京都新聞さんの方で最後のこの細い道に入った後は見ていただければなと思います。おそらく多分一般人はあそこに入れない。京都新聞さんのを見ていただくのが一番いいかなと思います。というところでですね、山鉾巡行、いや京都でね夏の風物詩ですよ。年に2回あります。前祭りと後祭りでね年に2回ありまして、今日は後祭りの山鉾巡行ということで、皆様今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画が、いいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも動画作りの励みになりますのでよろしくお願いいたします。コメントを書く際はぜひ母国語で書いてください。日本語じゃなくても英語じゃなくても大丈夫です。ということで、今日はですねこの後、僕のチャンネルによくここいいんかな、この僕のチャンネルにねよくコメントをくださる、加藤さんという、夫妻がね、東京から来ていただいてまして、加藤さんと合流してランチを食べて、動画編集して帰りたいと思います。ということで、今日の動画は
これで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。あ、下から行こう。河原町。そう、暑い時はね、京都は、京都のね、烏丸と河原町間は、暑い時は地下を通っていくのがおすすめ。日光に当たらずに、日焼けせずに行けます。そう、もうまっすぐの道やからね、道に間違えようもないし。ということで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。バイバーイ。